アンニョンパックンです。溶接マンさんが今来ております。実はですね、溶接マンさん、韓国に帰るっていう話を聞いて、ここ羽田空港なんですけれども、今日見送り、ついでに、最後 YouTube 撮って解散っていうことにしたいと思いました。まず、溶接マンさん知らない方もいると思うので、はい、自己紹介お願いしてもいいですか？はい、はじめまして、皆さん。僕は去年5年の1月に日本に来て、特定技能ビザということをもらって、溶接士として、電気屋さんですよね。溶接の仕事をして、配管屋で働いた溶接マンというものです。よろしくお願いします。この1年間ぐらい日本で生活して、帰るっていう決定をしたというところで、一体何があったのだったりか、韓国語で帰って何するのってことを聞いていきたいと思っております。まずこの1年間の日本生活を振り返ってどうでしたか？一日一日が私には新しい日々だったので、毎日楽しかったし、幸せだったんですよね。じゃあ、覚えてるエピソードはありますか？やっぱり日本に来てから、留学生として入国したんですけど、自分一人で会社を探して就活したのが覚えてますよね。いろんな会社に、履歴書とか自己紹介をして、働きたいですって話したのが、頑張ったのが今、記憶に残ってますよね。知り合いが誰もいないような外国に来て、そこで自分から一つ一つ調べて仕事を応募するっていうことですよね。そうですね。社長が、どういう仕事を今までしたんですかって聞かれたとき、配管屋で溶接、特にアルゴン溶接をしてきましたって話したんですけど、完璧に同じ業務だから、よかったですねって言われたとき、心で、それよかった、合格だって思ったことがあります。仕事以外の趣味に対してはどのように時間を送ってましたか？一人で、あちこち遊びに行ったのが唯一な趣味なんですけど、1日20キロ以上歩いて、目的地を決めなくて、ただ自分が行きたい方面に行ったりして遊びながら時間過ごしました。東京って色々あるから、もう歩くだけでも違う街が出てきてって面白みありますよね。そうですね。こっちで見る景色と全然違うように見えて不思議だったし、電車で30分ぐらいなら自分が好きな場所、例えばお台場が大好きなんですけど、行きたいならいつでも行けるから、それが嬉しかったんですよね。じゃあ日本の中で一番良かった場所どこでしたか？やっぱり今話した通りに、お台場とか海ほたるというところあるんじゃないですか。そこを運転するときに、これマジか、特に朝7時くらいには日が上がるじゃないですか。それを見ながら運転したのが、これ現実か夢か、ちょっと知らないと。海ほたる非現実的ですよね。じゃあ、日本生活を振り返って楽しかったってことですよね。そうですね。これは僕言わせてないですよね。心から自分で来てよかったという気持ちで。それは良かったです。で、ここから本題なんですが、なぜ変えるような決定になったのか？基本的に国で働いた業務と今日本の会社で働いた業務は大体同じなんですけど、一つ違いがあるんですけど、日本の現場ではヘルメットとか、プールハーネスとか、腰にベルトをかけて、道具をいっぱいかけて、動いたりしながら作業してるんですけど、そういう風に仕事して腰に無理が加えて、もともと韓国から腰に怪我をされたんですけど、それがどんどんと痛みもひどくなったし、現場ではずっと働くのは私としては無理じゃないかなと思って、韓国に帰って、腰の治療もしながら、もともとした種類の仕事、例えば食品工場で、設備の工事をしたり、溶接したり、それをしたくて帰るようになりました。これは外国人ならでの苦労もありますよね。仕事の職場を変えれば終わる話かもしれませんが、外国人の立場だったとすると、簡単に仕事を変えるのって難しいじゃないですか。会社からビザをもらって仕事しながら、もし転職すると、相手の会社からビザをもらうじゃないですか。できるはできるんですけど、簡単じゃないから、動くのもきついし、そんな部分はありますよね。で、韓国に帰れば自分の健康とも相談しながら仕事を続けられるっていうところですかね。はい、今までは気にしなかったんですけど、これから病院に通いながら、物理治療、マッサージとかいろいろ治療をやりながら、自分の体を気をつけてやろうかなと思ってます。治療に中心的に考えて。日本生活も楽しくて、もっと住みたいってところですが、その現実的なことも考えなくちゃいけなくて、帰国を決めたような。そういうですね。ずっと日本に過ごしたいんですけど、今としては健康のためにとりあえず帰るようになったと話したいんですよね。これから韓国に帰っても、
まあ毎年何回ずつ旅行の計画もあるし、もう機会があればいつでも日本に戻って、まあ、住みたいという気持ちですね。今度日本に来るときには、どういう形で来たいですか？旅行ですよね。日本全国旅行をするのが、まあ個人的な目標、有名なんですけど、今まで一回も行ったことがないところが北海道なので、北海道から始めて、下に降りながら全国旅行しようかなと計画してます。もし将来機会があって、まあ、日本に住めるっていう条件になれば、住むってことも全然ありってことですよね。もちろん、そうですね。韓国に帰ってから、はい、描いてる生活、まあ、どのような活動ができればいいなというふうに思っていますか？一番肝心なのは、まあ、腰の治療なんですけど、それしながら、日本の旅行ですよね。日本に行った1年間は、ほぼ東京からあんまり他の場所は行ったことがないので、仕事して、ちょっと日本の少しずつ、まあ、旅行しながら活動したいと思ってます。韓国の中の生活で楽しみになるところと心配かもなーみたいなところがあるとしたら。楽しみになるのは、まあ、頑張ってお金稼ごうということなんですけど、はい、ちょっと心配になるのは、日本と韓国は雰囲気、会社の中での雰囲気が違うんですけど、プライベートとかについて韓国は質問いっぱいされるので、たまに面倒、嫌な気持ちが出る時もあるんですけど、それが心配になるんですよね。韓国、距離感近いですよ。この間僕も妻と韓国に行って親戚に会ったら、ほぼ一人ずつ子供いつ産むのずっと韓国にいた頃は、それが自分と合わないんだなってことは気づいてましたか？もしくは日本に来てから合わないんだって気づくようになりましたか？韓国にいた時からですよね。距離感がなくなることと、これ話してもいいのかわからないんですけど、荒いっていうかな。運転する時も激しくババババってなったり、怖いんですよ。韓国で運転する時でも、日本で運転する時は毎日平穏な気持ちで、まあやった記憶があるので、それが心配になりますよね。溶接マンさんが韓国に帰って、例えばまあ日本でやっていた運転だったりとか、その距離感ってことをまあ一人一人やってれば、まあそれはどんどん広まりそうなイメージもありますよね。なんか心配になることもあるし、逆に楽しみになることもあるんですけど。ご両親が韓国におられて、一緒に入れるっていうところも良いところですね。確かに、休みの日とか、連休の時に、まあお母さんと遊びに行ったり、それもできるので、まあお母さんはまあ嬉しいなと思ってます。僕ももう同じ考えなんですけど。ありがとうございます。最後に空港で、あと2時間ぐらいで飛行機に乗って、まあ、完全帰国という形になりますが、まあ、今の心境、気持ちはどうでしょう？嬉しくても嫌でもないんですけど、ただ複雑な感情が出ますよね。これから帰るのは横浜か、ソウルか。ああ、そうですね。帰るって言葉が、どこに帰るかって話ですよね。はい、自分のホームみたいな感じですね。だから最後、部屋を全部片付けて、家を出るときにはどんな感情でしたか？今振り返ると、1年だけだったんですけど、今長い期間だと思いました。1年だけど、2年、3年、4年ぐらい過ぎたと思って、ここでの7時間、そんなに過ぎたのかな、不思議なと思いますね。もし次に来ると、もっとよく過ごしたいなと思ってます。わかります。あと、最後に周りに挨拶とかするじゃないですか。まあ、どういう反応が多かったですか？まあやっぱみんな、私腰が悪いことを全部みんな知ってるので、帰ったらとりあえず病院に行って治療に頑張って、腰治してから、もっと仕事頑張って、また日本に来てね、とか、そんな話も言われるし。韓国でよかったですね。来ようとすればすぐ来れて、また挨拶できるから、日本と韓国近くていいですね。そうですね。まあ旅行に来ても、まあ会えるから、最後じゃなくて、まあ頑張ってくださいって、そういう話を一番多く言われました。ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ日本のチャンネルの視聴者とか、溶接マンさんチャンネルの視聴者に向けて、なんか一言残すとしたら。特定技のビザをもらって、日本で溶接する溶接マンの生活は、まあ1年過ぎてから終わるんですけど、これから、まあ日本自体が終わったことじゃないので、溶接マンの日本旅行とか、まあ他の国で、まあ溶接する可能性もあるし、まあいろんなことを計画しているので、時間はちょっとかかると思うんですけど、待ってちょっと見てくださると、まあ嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。溶接マンさん、まあ特定機能ビザとしては最後なんですが、まあ別にこれからもまた来るっていう話で、あんまり売買する感覚が僕はしないっていうのがあるんですね。日本と韓国を両方愛する人が、ここに一人も確実にいらっしゃる。日本について、まあ良い感情を持ってまた韓国に戻れるっていうところで、まあとても、なんでしょう、まあ嬉しい面もあったりとかして、また会えるような気がするので。僕もこれ最後じゃないと思ってます。そうですよね。いつでも会えると思います。溶接マンさん、あと2時間、ソウル行き、インチョン行きの飛行機。そうですね。
お気をつけて帰ってください。ありがとうございましたあ。りがことのうございます羽田空港までありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもまたお会いしましょう。アンニョン。アンニョン。